お階段巡りの視聴者で、ブランちゃんの、エピソードを知ったうちの玉知りませんかの原作チームのメンバーが、どうも、島田秀平です。始まりました。島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、今回のお階段巡りは特別版でお送りしていきたいと思います。ちょっとセットもいつもとね、違いますよね。突然なんですけど皆さん、もうワンちゃん、猫ちゃん、そしてペットちゃんっていうのはね、もう本当にかけがえのない存在で、もう家族の一員という、そんな感じですよね。本日はですね、タマ&フレンズ、うちのタマ知りませんかとコラボをさせていただきます。お階段巡りでね、以前紹介させていただきました、天国にいるワンちゃんや猫ちゃんにまつわるお話を今日はお届けしていきたいと思います。2本。そして最後には、自分自身の、ワンちゃんにまつわるお話もしていきたいなと思っています。怪談チャンネルなんですけども、今回のお話というのは、ペットたちとの絆とか、あとは大切な時間とか、命の大切さとか、こんなことがね、僕もすごく分かって、とても心に残っているお話ですからね。だから今日は本当にいろんな方にご覧いただきたいと思います。で、早速なんですけどもね、このうちの玉知りませんか、もう皆さんご存知ですよね。僕も今聞いてびっくりしたんですけども、なんと1983年に誕生して、今年でもう42年目を迎える国民的キャラクターなんですね。実際今ね、漢字ドリルとか、裁縫箱とかね、なんか小学校の時使ってたなんて方も多いかもしれませんけど、僕の時って言うとやっぱ文房具ですね。筆箱とか、このね、キャラクターのなんか文房具持ってる友達とかがいると、何それ可愛いねみたいな。だからそういう話してたなっていうのを、そういえば僕も思い出しました。だからこれだけ長く愛されてるんですね。というわけで今回ですね、コラボさせていただけるということで、ポチちゃんと、たまちゃんたちとね、一緒にね、お送りしていきたいなというふうに思います。お願いします。そしてこれ僕も聞いてびっくりしたんですけど、90年代にね、放送されたテレビアニメありましたが、中に、ほのぼのするね、可愛らしいエピソードがいっぱいあるっていう話なんですけど、なんと、幽霊とか異世界をテーマにした不思議なお話が数話あったんですって。これ僕も知らなかったですね。世界観全然違うだろうとか思うんですけど、でもなんかこれもすごい素晴らしい作品なんですって。で、実は今回のコラボを機にですね、YouTube で期間限定公開されるそうです。こちらの情報ですね、概要欄の方に詳しく載ってますのでね、もうすぐにクリックしたら見られるようになってますので、ぜひぜひこの機会に見ていただけたらと思います。さあ、前段長くなってしまいましたが、今回はワンちゃん、猫ちゃん、命にまつわるとても素晴らしいお話、いくつか紹介していきたいと思います。それではよろしくお願いします。こちらはですね、以前お届けさせてもらったというエピソードなんですけども、本当にすごすぎました。はい。ちょっともう、なんでしょうね。本当にこんなことあるんだなと思って、僕もね、ワンちゃんを飼っていた、人間ですから、すごく嬉しいね、気持ちになったんですけども、これ以前、あなたの怪談を聞かせてくださいっていうコーナーありまして、スタッフさんと一緒にね、街に出て、新宿とか行ってね、でもいろんな方に怪談ありませんかありませんかっていうふうに取材をさせてもらう。で、それをね、動画で回すっていうコーナーが、あるんですけども、その時の話なんですよ。村田さんという、なんか素敵なご夫婦でしたよね。はい。その村田さんから聞かせていただいたというお話です。で、これ村田さん曰くですね、不思議でとても嬉しい話があるんですよってことで、聞かせていただいたんですね。で、この、ご家庭にはですね、ロシアンブルーの猫ちゃん、ピッティちゃんっていうね、とても可愛らしい子が家族にいたんですが、病気で亡くなってしまったんですね。特にその村田さんのお父様がですね、おじいちゃまがとっても可愛がってらっしゃって、名残惜しくて。で、しばらくね、お骨になった後も、なんか手放せないっていうことで自宅にずっと置いてたらしいんですよ。でもそれでもやっぱりね、家族からしても、
やっぱりね、ずっとこう骨をね、家にっていうのも良くないよね。ちゃんとお墓に入れてあげないとね、なんていうことで、お父様も納得して、で、皆さんご家族で、お墓の方に納骨を、済まされたそうなんですね。最後、納骨を済ませた。そのお墓の方をね、家族でこうくるっと振り返って、ピッティちゃんにね、向こうでも元気で暮らすんだよ、ピッティってね。そんな気持ちで、カシャッとこう写真を撮ったそうなんですね。お墓の方を向かって。で、その時に、ちょっとすごいものが写ったというお話なんですね。写真の中になんかこう、わーっとこう、虹のような、光のカーテンのようなね、綺麗なものが写っていて、これだけでもね、すごく神々しいし、何かピッティちゃんからのメッセージなのかななんて思う写真なんですが、よく見ると真ん中あたりに黒い丸みたいな、何かこうシミみたいなものが写ってたんですね。で、これなんだろうねなんて思って、後で、その黒いところ、ズームしてみると、なんとそこにピッティちゃんが写っていたという。はい。そういうエピソードだったんですね。これ意味わからないですよね。写真まだ見てない方。これすごい写真なんですよ。では、ご覧いただきたいと思います。こちらです。どうぞ。ねえ。家族みんなで、ピッティ元気でねって振り返ってお墓の方ですね。納骨を済ませたお墓の方を写した写真ですが、もう写真全体にファーっとこう虹のような光のカーテンが差し込んでますよね。本当にこう綺麗なね、いい写真なんですけども、左側のちょうど真ん中あたりですね。写真の左側、真ん中あたりにちっちゃい何か黒い丸が見えますよね。で、ここにね、ご家族は注目したわけですよ。ここです、皆さん。ここを拡大した写真ご覧いただきたいと思います。それがこちらです。はい。どうでしょうかね。わかりづらいという方もずーっとこう見てると浮かび上がってきませんかね。僕はもう見た瞬間に、あってもうすぐにもう感動してね、声を上げてしまったんですけども、なんか元気でねって言ったことに対してピッティちゃんが行ってきますね、そんな風にこう明るくね振り向いてるような写真にもこう僕は見えたんですね。なんかこうちょっと真ん中あたりにこうなんか手出して手振って肉球が見えてるかのような、なんかそんな風にもねなんか見える方もいたそうですけども、はい。でやっぱりこう見たですね村田さんご家族というのは、これピッティちゃんだピッティちゃんだってもすごく感動されたそうなんです。でピッティちゃんが天国で見守ってくれてるんだねなんていう会話をして、でそんなね話をしていると、いつまでも悲しんでちゃいけないねって、そんな風にねピッティちゃんから背中を押してもらえたっていう、そんなお話をね、紹介していただきました。これね、ご家族みんなはこの写真見た瞬間にピッティちゃんだ、ピッティちゃんだっていう風に言ったそうなんですが、ピッティちゃんの生前のお写真も見せていただいたんですね。ロシアンブルーのピッティちゃん。このお写真を見て僕も、これはもうピッティちゃん以外考えられないですねって思ってしまいました。はい。じゃあね、今のこのね、写真をね、覚えておいていただいて、ではピッティちゃんの生前のお写真、皆さんも一緒にご覧いただきたいと思います。ピッティちゃんの写真がこちらです。すっごい可愛いですよね。目がクリッとしてお利口そうですね。で、耳がピーンとこう立ってて、さっきね、黒いもやね、寄ったところ、これピッティちゃんだってね。そんな風にね、見えましたけども、これ明らかに耳がピーンって立って、目もクリッとしてて、いや、この写真見ると、村田さんのご家族じゃなくても、これピッティちゃんだって、皆さん思いませんかね。いや、もう本当に、これはきっとね、とっても可愛がられていたピッティちゃんが、なんかね、自分のことで悲しんでいるご家族に対してですね、大丈夫だよ、元気に行ってくるよ、ね、待ってるよってね、そんな風に最後のお別れの挨拶を、ね、写真を通してしてくれたんだな、としか僕はもう思いません。はい。素晴らしいお写真、そしてお話を聞かせていただきました。さあ、二つ目いきたいと思います。こちらはですね、こちらお階段巡り。皆さんからね、よく不思議体験ご投稿いただくんですが、その中の一つ、小雲さんという方からご投稿いただいたお話なんです。ちょっとね、そのご投稿を読ませていただきますね。
いつも楽しく拝見しております。以前お階段巡りで亡くなった猫ちゃんが写真を通して愛してくれていた飼い主さんたちにメッセージをくれたあのお話を聞いて、私にも同じような経験があると思いメールを今回いたしましたという、さっきのピッティちゃんのね、お話をこのお階段巡りで見て、自分もそんな経験あるっていう、そんなことで、メールをくださったんですね。さっきのピッティちゃんは猫ちゃんでしたが、今回国母さんが送ってくださった、そして飼っていた動物というのはワンちゃんです。私は今まで3匹のワンちゃんを迎えてきました。紹介させてもらうと、まずは1匹目が大型犬のシン。2匹目はミニチュアダックスフンドのモカ。そして、シンもモカも10歳で亡くなってしまった。そこで新しく3匹目のトイプードルのココロを迎えたんです。最初にね、シンちゃん、モカちゃんがいて、残念ながらね、亡くなってしまったんですが、新しくトイプードルのココロちゃんを迎えた。このエピソードはここからなんです。2匹目、モカちゃんが亡くなりお葬式をしていた時のことなんです。私がお葬式の時、亡くなった2匹に声をかけました。シン、モカ、新しく迎えたココロちゃんをよろしくね。ココロちゃんがシンとモカの分まで長生きするからね。そう伝えて写真を撮ったんです。すると、なんとその写真に亡くなった2匹、シンとモカが写っていたんです。どういうことなんでしょうか。まずはこちらをご覧ください。手前にね、ろうそく、お線香がね、立っていまして、その奥に、亡くなったモカちゃんが、ね、布団をかぶって、横たわっていますけども、その奥に仏像なんかも見える。まさにお葬式のね、一枚なんですね。シン、モカが写ってるんです。どこにって思いますよね。これがですね、その国母さんおっしゃるには、上の方にふわーっとこう白いね、何か煙のようなのが見えますが、これきっとお線香から出てる煙だと思うんですが、写真の左側、上部、上のあたりですね。そのあたりに2匹の顔が見えるっていう。どうでしょうか、皆さん。なんか見えてきましたでしょうか。今回ですね、写ってる部分に赤丸を入れさせていただきます。こちらとこちらということなんです。いかがでしょうか、どうぞ。で、ちょっとね、そのペンでこういう風に顔が見えるんですよ、なんていう風にもね、書いてもらったんですけども、確かにこうやって言われると、あれ、ワンちゃん、お顔が2つ見えるな。なんか鼻が長い感じのワンちゃんね。耳が垂れててっていう。上と下、なんか2匹が寄り添うような仲のいい感じでこっちを見てるようなね。そんな風に見えてきますよね。で、ここからなんですよ。ちなみに生前のシンとモカの写真を送ります。その写真と見比べてみてください。皆さんいかがでしょうか？どうぞ。いや、すごいですね。もうシンくん、上の方ですね。耳がこうペターってこう垂れてて、鼻が長くってね、つぶらな瞳でっていう。いや、まさにそうだな。で、下の方がミニチュアダックスフンドのモカちゃん。ね。いやー、この鼻がスーってこうね、伸びていて、スマートなお顔でね、どちらもこちら見てるように。このね、生前のお写真を見ると、あれやっぱりそうだって、なんか僕は強く思いましたね。ちなみに、今ね、二人の分も元気に、生きてるですね。ココロちゃんの写真も送っていただきました。ココロちゃんはこちらです。ね、やんちゃそうで、可愛いですね。なんかもう二人の分も一生懸命ね、飼い主さんに甘えて、ね、なんかちょっとこうやんちゃそうにも見えますけど、可愛らしい、たまらないですね。今ね、このココロちゃんのね、ことをこの2匹見守って3匹一緒にね、また飼い主さんと一緒にいらっしゃるんだな、なんていうとても感動する写真送っていただきました。
なんかね、これも僕、わからないですし、勝手に人間が言ってることなんでね、本当に亡くなったペットちゃんたちがどう思ってるかわからないんですけど、どうしたってね、ペットちゃんたちの方が寿命が短いから、先にね、こう旅立っちゃう。で、やっぱりそうなるとね、ペットロスになって、本当に体の一部が持ってかれたような気持ちになって、もっと一緒にいてあげられたんじゃないかとか、もっと何かしてあげられたんじゃないかって、本当にもう悔しくて残念でっていう気持ちに苛まれて、次に進めない飼い主さんっていらっしゃいますよね。僕も、ある意味そうなんですけど、そうなるともうペットちゃんたちは飼い主さんのことがとっても大好きだから、自分が亡くなったことで飼い主さんが悲しんでるっていうのがね、一番向こうでね、ペットちゃんたちも悲しいんだっていうお話を聞いたことがあるんですね。本当に優しいしね、飼い主さんのことを思ってるから、確かに飼い主さんの悲しい顔なんか見たくないですよね。なので、なんかこう、僕はまだですけどね、新しくまたね、ペットちゃんをこう迎えたりすると、なんか、その今まで亡くなった先輩たちが、なんかね、その今のペットちゃん見守ってくれて、一緒にこう守ってくれてっていう、なんかそんな話ってよく聞いてたんでね、本当にこういうことあるんだなっていう。心を頼んだぞってね。今ね、僕らは一緒にこう、その生きてる世界にいられないけど、ね、心頼んだぞってなんかそんな風にね、なんか優しく、ね、こう顔を見せてくれてるなっていう、そんな写真に見えました。はい。いやー、あったかい写真ですね。本当にありがとうございます。そして、最後にはですね、すいません、素晴らしい話の後に、ちょっと僕の、はい、14歳でね、去年亡くなったフレンチブルドッグのブラン、男の子なんですけど、そのブランのね、ちょっと不思議だったななんていう話をね、ちょっと今日、いい機会なんで話をさせてもらいたいと思います。ブランで去年14歳で、ね、なかなか、ね、本当にフレンチブルドッグっていう犬種もあんまりこうね、長生きっていう感じではないので、10歳超えたらもうね、嬉しいし、でも15歳までは生きてほしかったなとか。でもやっぱりね、欲を言ったらもう20歳までとかね、なんかずっと当たり前のように一緒にいられるのかなと思ってたところ、去年亡くなってしまったんで、本当にまだちょっとね、悲しい気持ちでいっぱいなんですけども、でもね、考えたらね、その出会いっていうのが、僕がずっと漫才のコンビやってて、で、解散してしまった。で、一人になってすごい不安だったんですね。で、そんな時ありがたいことに、手相占いとかのお仕事がこう始まって、仕事は順調だったんですけど、ただ、今までコンビだった人間が一人になって不安だし、で、さらに手相占いってね、ありがたいことに仕事はあったんですけど、いろんな方からこう相談をしてもらって、で、僕みたいなもんがそれに対してこうお答えする。結構皆さんその言葉で、じゃあ人生を決めますよとか、島田さん今悩んでるんです。これどうしたらいいんですかみたいな。すごいこう、大切なことを僕に預けてくれるっていう。ありがたい一方、プレッシャーもえげつなかったんですね。慣れてなかったし。で、結構ね、精神的に、もう、ちょっと限界まではいかないけど、もう辛いな、なかなか厳しいな、なんて思った時に、ブランに出会って、もう一目惚れだったんですけどもね。で、うちにこう迎えたっていうワンちゃんなんですよ。なんでしょうね。最初は僕なんか実家でもね、犬飼ってましたし、なんでしょう、こう、チワワとか、あとは、ミニチュアダックスフンドとか、そういうワンちゃんね、いつか、飼えたらいいかななんて思ってたんですけど、全く頭になかったフレンチブルドッグっていうね、ワンちゃんに一目惚れしちゃったんですね。もうなんかぺちゃっとこう鼻が潰れてて、愛くるしい顔でっていう目があったらもうなんか打ち抜かれて、うちにこう連れてきてね。で、こうその寝姿見て可愛いななんて思って。で、成長してくると、もうとにかくいびきとよだれすごいんですよ。あれマジかみたいな。本当にもう中年のおじさんぐらいのもう、いやマジか。こっからずっとこのいびき続くんかっていうね。ことで、最初もうちょっと後悔しかけたぐらいなんです。で、よだれもすごいし、もう抱っこしたらもうここもうよだれだらけになっちゃうみたいな。って
って思ったんですけど、いつからかね、なんかもうそのいびきがないと、なんか眠れなくなるっていうか、なんかあのいびき、うるさかったはずのいびきがね、なんかすごく自分の中のリラックスする、なんか自然な音になっていって、ね。で、あとはその、匂いですよね。匂いなんかもね、本当に、まあもちろん結構ね、シャンプーなんかもしてるんですけど、でもなんかそのシャンプーそろそろしないとまずいよねっていう、最近ちょっとシャンプーしてなかったなっていう時のちょっとこう、獣臭くなってくるっていうか、なんとも言えないこう、匂いあるじゃないですか。あの匂いがたまらないんですよね。で、そうなってきた時の肉球とかもなんか、うわー、香ばしい、いい感じ、そろそろシャンプーしなきゃな、なんて思うんだけど、あの匂いたまらないんですよね。だからなんかその匂いをこうタオルにぐーってこうね、なんかつけて、で出張なんかの時は寂しいからね、そのタオルを持ってって、で、夜寝る時にこうちょっと匂い嗅いで、ブランなんてね、ちょっと変態みたいなこともしてましたけど、なんかそれぐらいね、もう気づくとなんか自然に手相の仕事も順調にできるようになって、相当ね、あの時ブランにも助けられたななんていう、そんな、まあ、思い出もありますね。なんでしょうね。一個忘れられないのが、なんか、ブランと一緒にね、テレビのロケにも参加したことがあって、その時は、今ね、こう、ワンちゃん、猫ちゃん、ペットちゃんってね、もう本当に家族の一員だから今いろんなサービスがあるんですよっていう。例えばペットちゃんが入れる温泉があるんですよとか、で、ペットちゃんのなんか洋服をなんかオーダーメイドで作ってみたいな、そういうね、お店があるんですよとか、そういうところになんか情報番組でブランと一緒にロケに参加させてもらったんですね。で、一日ね、二人でこう仕事できるなんてもう本当に幸せだなと思って、一日を過ごした最後がですね、今なんかワンちゃんのマッサージがあるっていうことで、そこにね、参加させてもらったんですね。最近フローリングの家庭が多くて、で、ワンちゃんもこう、キュー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 こうなんか滑っちゃって、で、ちょっとこうね、脱臼しちゃったりとか、あとは肩がすごく凝ってるワンちゃんが多い。だからマッサージもね、やるとワンちゃん気持ちいいだから覚えてくださいねってことで行かせてもらったんですよ。本当にこう、マッサージのね、その先生がブランのこうね、首元とか肩をね、こうやってこうマッサージしてるとなんか本当に気持ちよさそうで、もうすぐなんかうとうとし始めるぐらいで、なんか僕もなんか一緒に眠くなっちゃうな、可愛いな、なんていうふうに思ってたんですね。で、その時に僕も覚えたいんで、ちょっと先生これどこをやったらいいですかって言ったら先生が言うんですよ。手島さん、ワンちゃんってね、どのワンちゃんもね、ここが一番凝ってるっていうね、場所があるんですけど、それ体のどの部位だと思いますって質問されたんですね。どのワンちゃんも絶対そこなんですか？いや、どのワンちゃんも絶対そこが一番凝ってますって言うんです。じゃあフローリングでって話もあったんで、やっぱりこう、肩とか、なんか腕とかですかね。そこももちろんなんですけどもね、どのワンちゃんも一番凝ってるのはね、首なんですよ。首なんですか？なんでですかって聞いたら、だって当たり前でしょう。だってどのワンちゃんもね、いつも一番大好きなね、飼い主さんをいつもこう見上げてるから。みたいな。だからみんなワンちゃん首凝ってるんですよ、なんて聞いた時にはね、なんか、本当にそうだよな。なんかこうね、自分がこう迎えた、でもね、ワンちゃん、ブランだけど、ブランはいつも見上げてね、いつも自分のことの方をね、見てくれて、帰ったらね、迎え来てくれてとかって、なんか本当にこう、いつも 100% の気持ちで接してくれて、自分のこと好きでいてくれるよな、なんてことをね、知ってまたより可愛がろうなんて思ったりもしましたね。はい。で、そんなブランなんです。ちょっとまず関係ない話長くなってますけど、実はね、あれなんですよ。14歳だったんですけど、でも、10歳になった、本当にすぐの時に、急にね、なんか夜忘れもしないんですけど、急にこう歩いてたブランが、何かにつまずくとかじゃなく、何かに滑るでもなく、急に横にスコーンって転んだ後、聞いたことないような鳴き声で、うーっていう、なんかうめき声みたいのを上げたことがあったんですね。で、なんかもうパニックになって聞いたこともないし、どうしたらいいんだろうと思って。肩とか脱臼しちゃったのかななんて思って、で、その日はこうね、安静にこう寝かせて、翌朝すぐに動物病院に連れてったら、先生からね、思いもよらないことを言われたんですね。これ脳ですねって言われたんですよ。脳に腫瘍ができてるかもしれませんっていう。ね、
腫瘍が脳にあるなんてもう命にね、もうすぐ関わるようなことだし、すごくショッキングな言葉で、全く思ってもいなかったので、もう目の前が真っ白になっちゃったんですね。ちょっとこうレントゲンというか、撮ってみましょうって言ったら、やっぱりね、左側の方に大きな腫瘍がもうできていて、で、このままだともう数ヶ月も持たずに亡くなってしまうと思いますっていうことを言われたんですね。いろんな治療、方法は一応ありますけど、手術、でも手術はね、あまりお勧めできませんよね。あとは薬っていうのもあります。あとは放射線治療っていうものもあります。で、体力は落ちてしまうかもしれないけれども、どうされますかなんて話をされたときに、すごく悩んだんですけどもね。はい。でも、その放射線治療っていうものが、可能性があるんだったら、それやってみようということで、半年ぐらいかけてですかね、病院に通って、ね、本当にブランも頑張ったんですけど、その治療をやり終えたらですね、奇跡的にその腫瘍が、本当に運が良かったなと思います。だからそうならなくってね、亡くなってしまうワンちゃんもたくさんもちろんいるんだろうなって思うんですけど、でもブランは本当に運よくその腫瘍が、本当に小さくなって、で、その後4年間生きてくれたんですね。なので本当に最後、もうね、亡くなった時は、もちろん悲しいんだけれども、よく頑張ったね、お疲れ様、なんていうね、そんな言葉をね、かけた、そんなブランだったんですけど、すみません、ちょっと前段がすごい長いんですけどもね、ブランのその不思議な話っていうのが、その去年なんですよ。14歳になって、ちょっともうね、だいぶ体も弱ってきて、で、なかなかもうね、自分で歩くこともままならない。で、水を飲んだり、ご飯を食べることもね、大変っていう。だから口にね、ご飯運んだりとか、体拭いたりとか、トイレもなかなか大変だったんですけども、そんな日々を過ごしてたんですね。で、夏なんですけども、近所で花火大会があったんですよ。で、その花火大会で、夕方、その家族でちょっとね、見に行きたいね、なんて話をしてて。で、ブランを見たらですね、ブランが、すごく穏やかな顔で、すやすや寝息立ててるんですね。で、今ね、落ち着いてるしね、眠ってるから、じゃあね、数時間、じゃあちょっと家族で行ってくるね、なんてね、寝てるブランにね、行ってきます、なんて言って、みんなで近所の花火大会見に行ったんですね。で、その花火ってもね、たくさんのお客さんが集まって、打ち上がる花火を見てみんなわーわーなんて歓声上がってたんですけど、そのうちのね、中盤ぐらいで、パーンと白い大輪の花が咲いた花火、綺麗だなーっていう時に、風にね、その幼稚園の息子が、その花火に向かって、ブランダーって言うんですよ。ちょっとうちのブランの写真ちょっと見ていただきたいんですけどもね。こちらなんですけど、確かにフレンチブルドッグ白くってもうまん丸の顔なんで、確かにその白いね、大きな花火っていうのがブランの形にちょっと似てるんですね。なんでそれ見て子供がブランダーなんて言うからみんなで、そうだねなんていう風にちょっと笑ってたんですね。で、花火大会も終わって、で、家に帰ってくると、すぐね、ブラン確認するとまたね、さっきと出かける前と同じ体勢でね、横になってるんで、寝てるんだなーなんて思ってたんですけど、ちょっとしばらくして、ちょっとでも静かだなと思って、確認しに行ったら、出かける前のもう状態、すやすや眠っていた体勢のままで、亡くなってたんですね。一番思ったのは、その最後の瞬間に自分は花火なんか見に行っちゃってたとかね、最後その瞬間に立ち会ってあげられなかったとかっていうふうにもすごく思ったんですけども、ブランは僕ら家族が花火を見に行っているその時に、息を引き取ってたっていうことなんですね。で、やっぱり思うのが、息子がブランダーって言った時っていうのが、もしかしたら僕ら家族に最後ブランが
お別れの挨拶をしに来てくれてた。なんかそれを息子は何か感じたのかなっていう、そういうタイミングだったので思ったりもしました。ちょっと息子っていうのがね、なんか生まれる前の体内記憶があったりとか、お腹の中のことをね、なんか喋ったりするとか、あとちょっとこう、なんかあそこ変なのいるねとか、なんかちょっと時々変なことがね、見えたりする子供だったりもするので、なんかもしかしたら、なんか息子はそういったものを感じ取ったのかなというふうに思っております。最後見とれなかったということで、未だにちょっとこう、なかなか、また新しいワンちゃんを迎えるという気持ちにはね、なれないんですけども、でもね、本当にこう、ブランにいろんなことをしてもらったし、家族みんな、ずっとこうね、ブランのこと大好きですしね。はい。なんか、この辺にいて、いつも見守ってくれてるんだろうな、というふうに思ってます。で、なんかね、ちょっと、これ余談なんですけど、そんなことがあった翌日、僕長野県の方でロケがあって、そのロケっていうのが、今多肉植物が流行ってるっていうことで、なんかそのいろんな多肉植物をね、なんか取材させてもらってたんですよ。で、その時に、一つね、パキポディウムっていう、ちょっとこう、珍しいんだけども人気な多肉植物があって、で、これがね、ちょっとこう、ボテーっとしたこう白い形で、なんか生姜がなんかこう膨らんだみたいな。で、こっからね、葉っぱが生えて、で、黄色い花を咲かせるっていうね。年に一回。そんな植物なんですけど、これ、見た瞬間に僕が、ブランだってちょっと思ってしまったんですね。これちょっと買わせてくださいって言ってね、やつを買ったんですけど、その買ったのがね、この写真なんですけど、ちょっとなんかブランにゴツゴツした感じがね、似てなくもないなって思っていただけますでしょうかね。僕はもうなんかその瞬間ブランにしか見えなくって、はい。で、うちに来てね。で、この前大きな鉢に植え替えたりもした。それが今これなんですけども。はい。この花っていうのが年に一回、ちょうど今ぐらいの時期にね、黄色い花を咲かせるらしいので、なんか、もしかしたらこれからね、なんかこの黄色い花で、また僕から家族のこともね、なんかこうブランじゃないですけども、なんか楽しませてくれるのかななんて思って、今とっても大事にこのね、植物、パキポディウムという植物を育てています。で、このパキポディウム、なんと別名がありまして、別名がね、エビス笑いって言うんですよ。エビス笑い。本当にこうパッとこう笑顔のような形にも見えるし、見た方をそういった笑顔にさせるという、そういう植物だそうです。なんかその辺もブランに似ててね、なんか重なる部分があるなぁなんて思って、今とても大事に育ててます。というわけで、はい。ちょっとすっごく長くなってしまって、あれなんですけども、本当にね、元気にやってるんで、なんかブランもね、元気でいたら嬉しいなと思います。なんか、ペットちゃんが亡くなると、虹の橋をね、渡るっていう表現よく使われますけども、あれって詳しく聞くと、虹の橋渡るっていうよりも、虹の橋のこのたもとで、飼い主さんのことを待ってくれてるっていう。で、飼い主が亡くなると、そのペットちゃんと一緒に虹の橋を渡って、向こうの世界に行くんだっていうね、なんか話を聞いたりもしました。もしかしたら、だからね、ブランが今まだこう待っててくれて、またいつかブランにこう会える日があるんだなと思うとね、なんかそれを楽しみに僕もしています。はい。今回ね、こういったコラボということで、こんな話させていただいたんですが、なぜこのタイミングかと言いますと、実はですね、ブランが亡くなったのが昨年の8月の10日。つまり昨年の今日ですね、亡くなったということで、今日がブランの命日だったということで、話をさせていただきました。ありがとうございました。すいません。ちょっとじゃあ、突然ですが、ここで。はい。こちらをお読みください。はい。はい。急に今何かスタッフさんから紙が渡されて、なんかニュース番組の臨時ニュースで、これ読んでくださいっていう原稿が来たみたいな感じになってるんですか？そのままお読みください。そのまま読んでいいんですか？はい。島田。ここで紹介したいものがあります。お階段巡りの視聴者で、ブランちゃんの、エピソードを知ったうちの玉知りませんかの原作チームのメンバーが、今回のコラボを提案してくれた。
え？今日は、ブランちゃんの命日ということで、このエピソードをもとに書き起こしたイラストを島田さんにプレゼントさせていただきたいと思いますと書いてありますけど。はい。それが、こはい。ちらです。すごい。これすごいですね。いや、ありがとうございます。そっくりです、ブランに。あ、ブランって名前も書いてあります。ありがとうございます。これ、玉はちょうど僕に手相を見せてくれてるっていうとこですもんね。そう。なるほどね。ちょっとまだ肉球だとわからないんであれですけどもね。いやー、そっか。今気づいた花火だ。なるほど。そういうことなんですね。なんか今回コラボというのも、全然ね、だってこんな可愛らしい素敵なね、日本を代表するキャラクターと、お階段巡りみたいなその階段チャンネルがね、コラボさせていただくって不思議だなって思ってたんですけど、検索チームのメンバーの方が、お階段巡り見てくださってたんですね。で、そうか、命日に合わせて、うわー、これ喜んでますよ、ブラン。いやー、ありがとうございます。なんでしょう。こんなプレゼントしていただいて、全く知らなかったです。びっくりしちゃいましたけども。いや、もう宝物にします。いやー、そうですね。ワンちゃん、猫ちゃんもそうだけど、ペットってすごいですね。うん。いや、ずっとなんか見守ってくれてるんですよね。で、なんか自分たちがこう、飼い主の立場で可愛がってるんだとか、自分たちが飼ってるんだとか、面倒見てるんだとか、思ってるところがあるかもしれないけど、実は全然違くって、自分たちが救われてるし、自分たちがね、一緒にいることで元気もらってるしっていう、なんかね、そういう存在なんですよね。いや、改めて思いましたね。いや、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、皆さん、今回、いかがだったでしょうか？ちょっと問題作になってますかね？はい。いろんなもう感情になってしまいましたけど、でも本当に言えるのはこのチャンネルやらせていただいててよかったです。ありがとうございます。ということでですね、冒頭でも紹介しましたが、うちの玉知りませんかの90年代に放送されたテレビアニメの中にも、幽霊や異世界をテーマにした不思議なお話あるそうです。で、実は今回のコラボを機に、テレビアニメシリーズの3作、こちら YouTube で限定公開されるということです。ぜひね、こちらの方ご視聴いただけますので、概要欄にね、詳しいリンクなんかもね、貼ってありますんで、そこからすぐ見られるようになってますんでね、ぜひぜひ、ちょっとどんなお話なのか、はい、チェックしてほしいなと思います。よろしくお願いします。また、番組コラボを記念した SNS キャンペーンも実施中だということです。抽選で、タマ&フレンズ、うちの玉知りませんかのグッズがなんと当たっちゃいます。詳しくはこちらも概要欄の方をご確認ください。よろしくお願いいたします。いやー、本当にありがとうございました。今回はコラボということで特別会、ちょっとね、皆さんに見ていただきました。というわけで、いかがだったでしょうか？島田秀平のお階段巡りでした。ありがとうございました。